すごい才能を持ってる子がたくさんいるのに、それがこう開花できる環境がちょっと少ないっていうのはすごい大きな問題。自分のスタイルのままで才能を開花できる環境、そういうものをこう掲げた日本の新しいカルチャーっていうのを作りたいなと。それをしっかりと発掘して世界で活躍するボーイズグループを作りたいと思います。このままだと日本から良質なダンス&ボーカルグループっていうのは生まれなくなっちゃうなっていうのは危機感感じてました。もちろん今でも毎年日本から素晴らしい才能は芽を出していて花を咲かせていて、それは素敵なことだと思うし、今までの既存のシステムとか、大きな事務所さんとかそういったものにはものすごい強いリスペクトを持ってるし愛もあるんですけど、それでもどうしても出口の数が限られてて、でそこのこう形にはまれない子はすごい才能とかクリエイティビティとかを持ってても世の中に出れないっていうパターンが多すぎて、で今の若い子とかはやっぱりダンス&ボーカルでトッププロになりたいから韓国語を学んで韓国に行くんだよね。それはそれですごい素晴らしいことだし素敵なことなんだけど、出口の数がやっぱりないまま消えていく才能っていうのがどうしても多いのをたくさん見てしまったので、すごいダイヤモンドが眠ってる鉱山を誰も発掘することがなく廃れていくっていう未来が見えたのがすげえやばいなと思ったんで、才能が才能のままその芽をこう咲かせる出口を、そういった場所を自分は作りたいし、気がついてしまったのだからもう早くやんないといけないと思った人が始めなきゃいけないよなと思ったのでスタートさせました。BTS がなんでこんな成功したかって、もうバトンずっと繋いできたからだし、シンファとか東方神起とかさ、やっぱ海外でヒット出さなきゃっていうのをずっとやって、日本はその本当最初の段階カルチャーそのものを作るつもりでいかないと、新しいことやろうとする時ってこうワクワクするのはワクワクすると思うんだけど怖いじゃないですか。だからなんかよくこうなんか怖がらずに進めみたいなワードってあるけど、怖くても進めにしようと思ってそうなんですよね。今俺いくらだったら出せるかなと思って、自腹で1億円を出資したっていう形ですね。決してその他のまだ見ぬ才能のためだけに1億円出してるわけじゃなくて、自分の人生もかけようと思ってのことだから、うまくいくかは分かんないけど絶対に必要なことであるから、絶対にやるべきことであるから、もうこれしかない、この道に進むしかない。社長として1年目は本当に大変ですけど、自分も挑戦者だからそういう意味では彼らと同じ1年目の挑戦者って意味では全くそこの点では一緒なので、で今回オーディションを応募してくれた子もダンスで世界一取った子とかもやっぱりいるし、他にもそういう BTS の日本公演のバックダンサーやった子もいれば、才能のある男の子自体はやっぱいるっすよね。すごいいます。結構絞ったつもりだけどまだ200人真正面から向き合わないといけないという覚悟を決めているつもりではあるけれど、人生かけてるみたいな子がやっぱ多くて、それはそうだって話かもしれないんだけど、
俺もやっぱりそうなるとしっかりと人生をかけないと、今ある全てのものとももちろん共存共栄でありたいし、一つでも多くの夢が叶う場所があればいいと思うんですよね。公立の新設校が甲子園常連校とかに立ち向かっていくっていうのは、俺はもうだからルーキーズだと思ってるんでね咲かせる水をやるために、まだまだ本当に頑張りたいなと思ってるし、応募してくれたみんなにはすごく感謝とリスペクトがあります。素晴らしいね。審査するポイントになるのは、クオリティファースト、クリエイティブファースト、アーティシズムファースト。クオリティファーストっていうのは単純に、歌がうまい、ダンスがうまい、ラップがうまい、その中でも大事にしたいのは基礎の能力。クリエイティブファースト、歌詞を作るとか、メロディーを作る、トラックを作ることとか、自発的に考える能力をクリエイティブファースト、アーティシズムファースト。自分はこういう人間であるっていうのをステージ上で提示できる力、その3つを中心に見ていきたいなと思ってます。始まりました。部屋の中から38分。熊本から来ました古いランです。ラン君ですね。はい、そうです。お会いできて嬉しいです。スカイハイです。こちらこそです。もう本当に尊敬してます。いやー、ありがたい言葉ありがとうございます。ラン君はダンスずっとやっているものね。あ、そうです。ダンサーとしても有名になってトップダンサーにっていうこともあったと思うんですけど、ボーイズグループとかはやってみたいと思っていたんですか？はい、そうですね。僕が小さい頃からずっとその芸能界の方に興味を持ってまして、そのダンスもずっとやってきてて、なんかそういう人前で見せて踊れる場所っていうのがすごい憧れてて。歌とかも練習してるの？一応はい、なんか友達と行くときに毎回歌ったりとかするぐらいなんですけど、今日のためにしっかりと練習してきました。おー、リラックスしてやってください。すぐに飛べ離さないで夢だから守りたいって言ったのさ。素晴らしい。また次東京で会えることを楽しみにしてます。ありがとう。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい。東京でやりましょうとかあんまり言わない方がいいっぽいです。あ、なんでですか？持ったみたいになっちゃう。自分の中ではもう決まったことがあったので言っちゃえば後で他の誰が何言っても兵庫県出身の大林海斗です。よろしくお願いします。すごい才能がある。ありがとうございます。明日14歳か。中学2年生かな。失礼します。こんにちは。こんにちは。
そうたくんですね。はい、そうです。うちのです。見えるもの全部見させてくれ、聞ける音全部聞かせてくれ、よ一寸先の闇を手探りアウトに先方やめてよ目隠し、超リズムのスピリティ中身まで薄型でイージー、大事なとこにモザイク、この先も禁止、電波ご視聴このリーチ。川島瑠衣です。13歳です。中学1年生です。よろしくお願いします。たたいしこのため息をためつく、そう二人でくたばるまで。最多応募者最高水準。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。応募してくれて結構こうびっくりした人のうちの一人なんだけれど、ダンス一本でやってもまだ全然若いからまだまだ可能性とか未来とかいっぱいあったと思うんですけど、その中でこのボーイズグループのオーディションっていうのにこう参加してくれたきっかけとか動機みたいなのを聞かせてもらえたらと思います。はい。僕ずっとダンスやってきたんですけど、20年間。けどやっぱ音楽で踊るダンスっていうところでずっとやってて、やっぱステージに登る楽しさとかもダンサーなりに分かった上で、やっぱもっとたくさんの音楽だったり、そのダンス以外で奏でる音楽だったり、あと自分の表現のする世界だったりっていうのをもっと広い世界で、行いたいなと思って挑戦しました。なるほど。今日はパフォーマンス見せていただけるのを楽しみにしてます。ありがとうございます。はい。はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。素晴らしいパフォーマンス。本当今のダンスの部分だけでお金払わなくていいのかなってこっちが思っちゃうパフォーマンスだけど。よろしくお願いします。お願いします。レオくんですね。りょうくんです。お久しぶりです。久しぶりです。1年ほど前にビデオに出ていただいてからなので、はい。相当長らくですけど、はい。お変わりないですか？お変わりないです。ありがとうございます。人を信じて生きるには君も僕も早すぎたみたいで間違い正解のどちらも立場や時代で変わるようなものさしそうพยายามให้ได้ทำดีมากมายสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นคนผิดบางทีหลับตาแต่งเพลงส่งไปแต่มันก็ดันกลายเป็นเพลงまあ本当にこうやって歌って踊ってっていうのをこう見せてもらうっていうのは僕も本当楽しみなので、パフォーマンス楽しませていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしい。なんかほらビデオで一緒にやらせてもらった時は、やっぱりなんかこうMV の中のね演出としてのダンサーとしての出演だったから、こうやってこうパフォーマンスをすごくしてるところをちゃんと見るのはそういえば初めてだったんだけど、すごいずっと色気があって雰囲気があって表情も体の動きも全てが素敵でした。最高です。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。もうご尽力いただいて長い期間お疲れでしょうね。ゆっくりと足を休めていや本当に皆さんのおかげですごいたくさんのすごい才能にありがとうございます。ありがとうございました。心が折れかけました。心折れかけた。オーディション番組とかなんか芸能事務所とかに傷つけられてきた子が本当に多くて、でも彼らが何に傷ついてるかすごい分かるわけ。近い経験があるから、同じ経験ではないけど近い経験があるから自分のなんかそういうレミニスしちゃうわけ。昔の痛い記憶とかなんか傷つけられたことや18でそのアイドルであるトリプル A とかを始める一方でラッパーとしてアンダーグラウンドのクラブに通い詰めたのもその頃で、
でバトルに出てライブをしてデモを作って、それまでにそういう人がいなかったので、アイドルを好きな人からするとアイドルらしくないことはやめてほしいっていうのは、そういうとこからやっぱりたくさん言われますし、じゃあそのアンダーグラウンドからしたらどうかって言ったら、アイドルやってるなんてラッパーらしくない、何々らしくないっていうのにずっと苦しめられてきた経験がすごく強くあって、正しくはこうあるべきだ、お前には無理と言われてきた、正しさは味方が敵か、今となっては興味もないわ。情にほだされてるから例えば次の審査に進めるなんていうことがあったら、その彼らの才能に対する冒涜だからちゃんと審査をするという真っ向から向き合うということ以外にやれることはないんだけど、出来などはもちろんですが、自分の個性をいかに出し切れるかが今の、メンズユニットとしての目標でもあると思うので、そっちの方を意識していきたいと思っています。さあ跳ね伸ばしてここから囚われてばっかだったから、行き詰まった喜び手放す時は今、心軽くしてこれから自由に歩いてみたいなら、すれ違った人だって過去だって怖くない、みんな先が見えない夜道を共に迷い歩くよ。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい才能を持ってる子ですね。ありがとうございます。ものすごいビシビシと伝わりました。本当歌とかももう設計図を書いている感じだよね。ここはなんかエッジ立たせて歌ったら刺さるんじゃないかなとか、ここ聞かせてやろうみたいなのを、すごいそれが見えたのはすごい素敵なこと、正しいことだと思うし、才能の輝かせ方としてバッチリだと思います。ありがとうございます。ぜひまたお話しさせてください。またお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。才能を見つけてしまった才能を見つけてしまった。精一杯の力で、オーディションに挑みたいと思います。よろしくお願いします。たった一瞬のこのきらめきを食べ尽くそう二人でくたばるまで、そしてこう僕らに祈りをなら行こう、誰も追いつかないくらいのスピードで、稲妻のように生きてたいだけ、お前はどうしたい、返事はいらない。ありがとうございます。非常にかっこよかったです。ファンになりました。ありがとうございます。またすぐ会いましょう。次会えることをすぐ楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうもです。お疲れ様です。とりあえずはね、まだまだ終わってないですよ。でもその日その日のオーディションをうまく活かせれれば OK っていう感じじゃないっすね。いやもうなんかでもあれですね、その合格者じゃない子を決めなきゃということ以上に、もうやっと会えるんでね、そっちを楽しみにする気持ちの方が今は強いですね。やりますよ。はい。ではお願いします。お願いします。子によっては早く世の中に出ることがプラスじゃない子もやっぱりいるから、今回は特にクオリティに注視して選んでいるから、単純に誰が見ても分かるレベルで才能のある子はやっぱりいるっていうのが判明したっすね。本当にね、埋もれ
た可能性が高い子たちがこんなにいたんだよね。それをこうまず出会えたっていうのはまずとりあえず最低限まず良かったもう間もなく開花が近い人もいれば、本当に原石っていう状態の子もいるのがすごい面白いし興味深いところだったんですけど、彼らがこう人生をかけて望んでくれていることに対して、正面から向き合わないといけないという覚悟を決めているつもりではあるけれど、ここからは直接会った子たちを合格させたり落選させたり、ついにそれをやっていかないといけないという意味ではすごく改めて覚悟と責任を感じさせられました。今回の3次審査はアーティシズム審査です。ステージに立った時に自分がどういう人間かっていうのを証明できる表現力、それから個性、オリジナリティ、声色や体の可動域全てをこう通しての音楽性、そういったものをこうトータルでアーティシズムと呼んでおりますが、それをやっぱり今回は見させてもらいたいなと思ってます。お久しぶりです。スカイハイです。どうぞよろしく。俺はラップ好きしつこいね、高い壁追いかけるいつ超えれる、クラブなら何回やいつも行けよ This can my credit is no end。 泣くくらいちゃったら笑ったるわ、君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさもお、いいじゃん。誰が止めても一切聞く気しない。夢は見るも掴むも自分次第。自分に前のをかける自由自在。こんなイケてるチームなんざ他にない You know。 大きな3本柱のもとりだ。真っ赤な顔してどうしたまでやり合うなんて正気かい。とに取り仕切ったいかにも俺がここのリーダー。止めれるもんなら止めてみな。 Oh yeah かかってこい。逃げも隠れもしないぜボーイ。圧倒的でなこういうもん。それ高く飛べ簡単でしょ。尻尾巻くくらいなら下がってろ。最高か何か証明しよう。 Go crazy。 よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。唇から気を灯して Baby Baby 首筋に印残して間違いでも引き返せない。アダムとイブでも気取ってみればいい。やめられないやめやしない Back to back ついてきなこの指止まれ。なな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 な Back to back You 1, 2, 3, let's go。 Put your hands up。 楽しんでいこうぜ。霞む空を睨んで掴み取れるさニューデ
地獄のようなスケジュールをアマチュアの子たちに課してしまっているなと思ってました。正しいことやってるのかどうかも分かんなかったし、すごい怖かったんですけど、こういう形でそれが正解だったっていうのを受けてる側のみんなにもらってしまったという気がしていて、ありがたいし、俺はだからもっとしっかりとやらないといけないなと思うことがたくさん増えました。これだけ感情とか時間とかを注いでもらって合宿までみんなを連れていけないこととか、実際に今の審査一つとってもやっぱりもっとああいうことを言ったらきっと良くなるかもなとか思ってもどうしても飲み込んでしまう言葉があったし、業の深いことをしてるなとも思ったし、でもそれも含めて今はとりあえず本当感謝がしたいですね。心から感謝がしたいですし、早くそれを踏まえても早く審査結果を出さなきゃいけないと思ってるし、いや真剣に取り組んでるからこそ順位はつけないといけないと思うんですよね。それはだから今からやりますありがとうございました。そんななんか座ったままにならないでください。本当にありがとうございました。素晴らしいパフォーマンスでした。梶君もクオリティが高いダンスと歌があったのは間違いないことですし、素敵なパフォーマンスを本当に見せてくれてありがとうございました。凛太郎もすごいことだと思います。どこでどうやって勉強したらこの才能がこういうふうに育つんだっていうのを実感させてもらったのはすごい経験でした。本当にありがとうございました。会えて嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとう。ゆうすけは歌もラップもすごいっていうのが自分のすごい武器だっていうことを絶対使ってください。朝日頑張ったな。頑張ったよな。めっちゃ疲れました。めっちゃ疲れたよなびっくりした。全員が感動したんだよね。スタッフ全員がその姿に感動してしまった。ただすごい頑張っているから感動したから入れてあげようよっていうことをやるわけには俺たちはいかないから、しっかりと冷静に判断して、じゃあダンスのスキルとか歌のスキルとかが今現段階でみんなより上回ってるかっていうと、やっぱそこまでは届かなかった。2日で届くものではやっぱりなかったっていうのがただのそれだけだから。どうやったらあともう何人か連れて行きますか、どうやったらもう何人か連れて行きますかって、何回言ったか分かんないし、30人全員が全員違う角度で素晴らしい才能を見せてくれたから、俺は本当にみんなで合宿したかったって心から思ってるんだけれど、嘘がないです。俺のこの決断は間違いであったかもしれないです。君を落としたことは間違いである可能性は本当に多いです。願わくばちょっと思わせてほしいところもあります。だけどすごい才能があるって思っている人がいることは忘れないでください。しっかりしかもパフォーマンスを見た上でそう思っている人がいることは忘れないでください。どうか自分をリスペクトしてあげてください。ありがとうございました。ありがとうございました。
3次審査を通過した15人には4次審査、合宿審査に参加してもらいます。場所はもう山中湖のほとりで、期間は1ヶ月間、寝る、ご飯を食べる以外はずっと音楽漬けの生活になります。音楽と真摯に向き合って、音楽が身近に本当にあるもの、決して憧れのステージの上だけでなっているものではなくて、音楽と彼らの人生の距離をすごい縮めるための合宿。これでデビューするにあたって自分が求めている力、クオリティ、クリエイティビティ、アーティシズム、この全てをできる限り高めてもらいたいと思ってますし、それができる15人が残っていると思ってます。お邪魔します。お願いします。日高さんと別に。そうそうそう。3歳。この合宿のテーマソングができたので、聴いてください。やばい。俺たちの歌なので。はい。じゃあお願いします。It's not too late, never too late to start 逃げやしないさ It's not too late, never too late to fly Please don't waste my time どうせ飛ぶなら高く他のやつらじゃ到底追いつけないくらい I'm ready to go ぶち破ろう君と周りの14人の目つきも全然違ってやっとここから始まるなっていうのが一気に実感できた瞬間でした。ついに始まったっていう気持ちになりましたね。あんま表には出してないんですけど、みんな覚悟を決めたような雰囲気とか目に見えてきて頑張らなきゃなって思って。本格的に、歌ったり踊ったりが始まるのは明日からになるので、今日は広いので空間慣れてください。はい。ただの歌。最高。何年したっけ？今19。あ、1個下じゃんかな。大学1の代ですよ。今第1の代。俺2だ。あ、待って、今第2かも。え？あれ？誕生日いつ？誕生日8月です。あ、じゃあ1個下。2001年。4月。俺も2001年なんだけど。2001年なんだけど1月だから。ああ、そういうこと。まあ同い年だ。同い年。まあ同い年。なんていうの？どう呼ぼうかみたいな。タイタイでいいか。俺タイタイでいい。じゃあ俺ルイルイかな。じゃあリュウリュウ。よくわかんないけど。なんて呼ばれてる学校で？普通に呼び捨てで。プロプロ。呼び捨てじゃないんだよね。あ、そっか。緊張してる。緊張してる。ピアノグランデってピアノすべての一番高い音よりも高い音出るらしい。俺も出るよ。想像で。マジ？じゃあやってみて。お、すごい。ホイッスルボイス。リコーダー。すげえってなる。来たーって感じです。明日からどんな感じかな。課題っていうの気になる。確かに。でも今回はなんか短い期間でしっかり時間。そうだね。なんか僕一番最初に脱落しそうだけど、脱落してもなんかいい思い出。そういうこと。先生、これ抜けないっすよ、合宿中は。抜けないかな。つきものっすよ。結構辛いですよね。合宿審査前からなんかだんだん落ちていくっていうのがもう辛い。これ何かわかる？火。すげえ。逆に当てられるのが意味わかんないんだけど。
そうなんですよ、僕ね絵が下手くそなんですよ。絵と字が下手くそなんですよ。気持ちが燃えてるからやっぱこれに関してはもう下手とかもうちょっといけるよね。そう下手っていうか書く気ない書く気ないっすよこれは。いやいや俺めっちゃ頑張ったんだよ。火ってどんなんだっけ。動物の手って言われてもおかしくないよね。火なの。ああさって誕生日なんですよ。あさってはいまだここない年なんですけど、もうあさってからもう先輩になるんで。じゃあなんかドッキリ仕掛けよう。言わないんだよドッキリって。あ、言わない。言ったらドッキリじゃないんだよ。じゃあサプライズしますわ。それ言わないから言っちゃダメ。やつなんです。言っちゃダメですか。なんか意外と緊張しますね。してんのそれ。絶対してる。してない人と振る舞いだけど。してるっすよ。これ洗濯ネットですか？洗濯ネットあるよ。同じでございます。洗濯ネット大事ですね。やっぱ多分年上人しか洗濯ネット持ってきてないんじゃないかなっていう。みんな持ってきてないのかな。いや持ってきてないんじゃないかな。料金はないっつってたよ。料金は持ってないよ。あいつ持ってる。料金は持ってない。ちょっと明日からここでレコーディングをしていくので、それの簡易スタジオ作りですね。楽しみだな。このタイミングで BMSG にかけてくれた子たちに失礼あってはいけないから、できる限り頑張りたいですね。燃えてきますね。燃えてくる。よろしくお願いします。少しずつ人数をこう絞っていって、合宿が終わる時には10人になってます。全部で3回審査会があります。1回目の審査会が9日後か。審査会を経て3名がこの中から脱落する形になります。クリエイティブ審査、これは日本の他の既存のオーディションではない審査内容、そして何よりも大事な育成プログラムだと思ってます。審査用に用意したトラックに作詞と作曲なんだけど、要はメロディーだったりここはラップだったり、ダンスの振り付けコレオグラフまで、要はもう楽曲を1曲まるっと自分たち主導で作っていくっていうのがこのクリエイティブ審査です。5人1組のチームになるので、まずそれを発表していこうかなと。チーム C です。チーム A です。チーム A です。はい、それぞれのチームに、ラップが得意である子、それから作詞作曲ライティングの経験がある子、それからダンスが得意であったりコレオグラフ振り付けを作る能力がある子、全てにおいて未経験の子っていうのを、バランスが取れるように振り分けたと思います。音楽を通して、こういう風な空間を僕たちが作ったら面白がってもらえるんじゃないかっていうのを彼らが考えてくれたらいいなと思ってます。普通に聴いててここの部分をもうサビにしてしまってもいいし、逆にこれはイントロとして彼らはダンスしてもいいし、少し展開が変わってこう静かになったら「ダラッテナ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 」って歌ってもいいし、逆になんだろうねI said I'm better now, I guess I need it now, I said I'm better than I said I'm better now ってラップしてもいいし、全てが自由です。
こうピアノになったとこ、普通だったらここは「あーん」とかこう歌いたくなると思うんだよね。逆にいやこれ静かになってるけど「わさならねらならならならわせがならってたらねたらねらな」って熱くラップしてもかっこいいんじゃないっていうチームもいてくれたりするといいなとか思います。基礎的な部分をね鍛えていこうと思ってます。俺がなんでこんなにこう基礎っていうかっていうと、18で世の中に出て、今一番後悔してることって言ったらもっと若いうちに基礎やっときゃよかったなっていうことだったり、します。皆さん大好きです頑張れ。いいや。そうそうそう。なんかまっすぐ。いやよしよしよし。まだあるよみんな。才能があるよまた。でもレンゴ君全然昨日より良くなってる。良くなってる良くなってる。リズム取れるようになってる。これじゃなんかあそこね。串ブサッと刺されててもう動けない。そう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 あそう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 。飲み込み早い。飲み込み早いの。パンタンタンみたいなグルーキャッチするのを忘れないで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。チーム A のその現段階でのチームワークの良さ、チーム A が輝いて見えたところはあります。その足跡無駄じゃないよ。やがて雨はかって晴れた空に虹がかかるから OK OK 上向くのどう？虹がかかるからとかこうするよりさこうした方がかっこいいから虹がかかる歌ってないでしょ。 A チームのメンバー仲がいいしちゃんと言えるしすごいやりやすいチームだなって。でライカシャンデリアを俺的には上げるよりもライカシャンデリアなんかちょっとこういう感じの方がなんかライカシャンデリア下がりライカシャンデリア下がり何が入るともっと強くなるからいいと思う。そうだいいじゃん。A チームは一人一人が個性とあと信念を持ってて、なおかつ他のメンバーの個性もリスペクトし合えたからこそこうやってうまく進んできたと思っているので、本当感謝と尊敬で溢れてます。また個人のライバルに戻ったとしても、これで培ったものをそれぞれが心にしまってこれからも頑張りたいなと思います。やっぱ全体的に言えることはチームとして一番こう感じてもらいたいのは一体感っていう感じですかね。脱落することは考えてないので、なんなら順位がつくとするなら順位を上げて次のステップに行けるように僕は頑張ります。日高さんが人生をかけてやっているオーディションなので、俺たちがそれを変なものを見せて泥を塗るわけにはいかないと自分では思ってるので、このチームでいいものを残したいなっていうシンプルにそういうところがあります。現在のクオリティとかポテンシャルとかは分かっているので、もう今更本番強さみたいなことを見るつもりはないですし。おはようございます。元気ですか？まずは何より15人全員この楽曲作るっていうクリエイティブ審査、あまり簡単なことじゃなかったと思うんですけど、無事やり遂げて本番に臨んでくれてありがとうございます。心から誇りに思います。もともとやっぱりスタッフにはね、無謀だと言われてたクリエイティブ審査なんだけど、書類審査を送ってくれていた君たちを見ている段階からこれはやれるんじゃないかなと思ったし、実際に自分がこう
目指している形とか描いているものとかそういったものに近づくためには一回本当に音楽と遊んでもらってから次の審査に行きたかったのでどうしても大事な審査でした。ただやっぱ進めていくに従ってどんどんそれぞれのチームがこう作る楽曲に純粋に楽しませてもらってたし、それを今日はこういう形でみんなにパフォーマンスしてもらえることを、心から嬉しく思います。僕も本番に臨む気持ちなので一緒に楽しませてもらいます。君たちこの楽曲作りながら10日間くらいみんなで過ごしてきたと思うんですよ。で俺が知らないところとかでもきっといろんなドラマが君たちの中であったと思うのね。でそれは言葉とかメロディーに少なからず込められているから、この10日間を胸の中で思い出しながらそれをこう言葉とか音に乗せてってくれたらきっといいパフォーマンスできると思います。昨日改めてみんなの歌詞読んでたけどクオリティの高い低いではなくて本当に今の君たちをそのまま歌っているっていうのがすごく伝わってきて、それは本当に胸を打つものだったので、それをこのままパフォーマンスしてくれたら、きっとそれは番組見てる人とかにも伝わるし、君たちをアーティストとして1段階とか2段階とか人によったら3段階くらい上に上がらせてくれる日になると思うので、今日は大きな一日にしましょう。じゃあよろしくお願いします。チーム A からよろしくお願いします。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 OK。せかされ進む秒針に気ばかり取られて初めの一歩つまずいて神様どうして意地悪するんだ。変な妄想ばっかくらむのバメラボ悩みいっぱい抱えてるあいつらもでも晴れてるだけで進めてる my way。 それ以上求めてならメキアクション。惨めなバッテでも必ず迎えるエンディング。不条理な痛みも全て飛ばしてほら見てみな右左上下で完璧さキラリとシャニLike a chandelier 下がり君の君も悩みなんてキックしろ Don't worry 俺も君も gonna be alright。 殴り書きの地図眺めて自分自身見失うけど残してきたその足跡無駄じゃないよ。やがて雨は止んで晴れた空に虹がかかるから OK OK かっこ悪くても It's gonna be alright。クリエイティブっていうのは今日君たちがここでパフォーマンスしたっていう事実はカメラだったり何よりみんなの記憶だったりに残って一生生き続けるものなので、毎作毎作が通過点だけど毎作毎作が集大成だと思います。この10日間だけじゃなくて今までのそれぞれが背負ってる人生の一つの集大成を感じさせてくれたこと、君たちが持ってるそれぞれの感情を共有させてくれたこと、これは本当に音楽のすごく強い力、根源のものだと思うし、本当に僕は今心から感謝してるし、誇りに思っているし、本当に今日君たちのパフォーマンスが見れて嬉しいです。そして結果ものすごくクオリティの高いものを見せてもらえた。これは本当に素晴らしいチームワークだったと思います。5人全員の個性がしっかりと受け取れました。決して長くない時間の中でこの人はこういう人なんだろうなっていう顔がすごく見えた、すごく素敵なパフォーマンスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいものを作ろうという意識が今少しチーム B は欠けて見えるかもしれない。だからすごくちぐはぐなんだよね。もう一回ちょっと考え直してほしいかなという気がします。はいはい。じゃあ一回まだ持ち帰って、ちょっと話し合って。OKOK。サビのワンフレーズ持ってくるんだとしたらサビからやんなきゃいけない。
ちょっとどういう感じで進めていこうかっていう。さっきふと思ったのはサビから入るって面白そうかなっていう。確かにそれは頭サビ多分やってみたらいろいろなんかなんかね、しかも頭サビやるとバースのラップがめっちゃ良くなる。そうそしたらその今の転調しようとしてるところも後に持っていけるから、全然いいと思うよ。日高さんに指摘を受けたことによって自分たちの士気がもっと上がって、そういった意味では濃い一日だったな。どういうふうにしたらいいのっていうのをもっとなんかすごい素直に聞けるようになったので、なんかそこはすごいグループで成長できたかなって思ってます。僕もう飲めなくてもいいですめっちゃ高い。言いたい12でここまでいったらもう178？ジュノンくらいだったの？それ183センチ。そんないらないんだ。183よくない？180は行きたいです。絶対これから伸びる予定。予定手をどっちが大きい？同じぐらい。やったー。マジ170ぐらい行きたい。低い。可愛い子も多いじゃん。俺でも中1の時148センチだったし。148センチ。今どのぐらいですか？今どのぐらい？ 145、6ぐらい。あ、じゃあほぼ一緒です。塚原さん身長何センチ？今73。おお。お疲れ様。綺麗になってるよね、これ。そう、サビを先に言いたかった。サビをちょっと作ってたんですよ。で、これ送るっていうなんか手話で送る今度、いやいいね、送る今度メロディー、これが歌って意味なんで、メロディー、さっきのグッです、グッです、黒い君をかき分けて。この時俺らはかき分けてる時どうしてればいい？どうしようかな。です黒い。なんか霧っぽいなんかこういうのなんかやったら表現したので。いきなりネガティブな気持ちになっちゃって自信持てなくなってきて、本当に自分って何がしたいんだろうって一瞬こうなっちゃって、振り付けも普段の自分が出ないというか、こう表現したいっていう気持ちがなんかさまよってて、そういうのを思い返してたら本当にこうどんどんネガティブになっちゃってでそれでもう完全に一回メンタル崩壊しましたね。練習方法が雑、なんかもう時間ないから献身的にいかんといかんのよみんな。なんか献身的っていうのはもう自分だこれだからいいやじゃなくて、もうあの人もこの人ももう自分も含めてもうなんか作品を一つで作ろうっていうもうことに意欲的になってほしい。なんか一個今改めてスイッチ入れてちょっと時間足りない分細かいこといろいろ言っちゃうけど、なんかこうなんか切り替えてほしい。なんか意識を回すドンってそう足だけどやってくそうふってふわがみちゃんとみたいな。最後の最後夜になるまで結構行き詰まった状態で B チームすごい空気もあんまり良くなくて、ケッケ先生に頼んで見てもらってからすっごいスムーズに進んで
Good days 僕のため歌うこのメロディーまだ終わらないストーリー駆け出して Good days So fast 踏み出す勇気 To the next 飾るぜショービズ目の前の光は味方かな押し寄せてくる波は怖いかな No 不安なんても吹き飛ばしてでも繋いだ手だけ離さないで Yeah All eyes on you All eyes on me お互いの光で変えてゆこうぜ When I feel so sad and lonely 道に迷い込んでも一人じゃない諦めない共に進もう信じ合って Good days 君のため送るこのメロディー Good days まだ続いてくストーリー止めないで Good days 黒い霧をかき分けて浅く深い遠と上へ動いた想い抱きしめてまだ見ぬ世界へ Good days ありがとうありがとうありがとうございました個性がしっかりと尊重されているパフォーマンスだったと思います。特にこのグループは全員が歌を上手に歌える人たちが揃っていて、全員の本当にバラバラの声質が次々とこう刺さってくる構成になっていたことが本当に楽しかったです。チーム B がこういった形で個を尊重したパフォーマンスを集団でやれるっていうのは夢がすごくあるなと思いました。本当に素晴らしい才能を持ってるなっていうのを改めて実感できたことが何より幸せです。今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました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 。本当にありがとう。本当にありがとう。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。あ、なんだろうな、この感情。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に。疲れ。めっちゃ良かったです。頑張った。疲れ。頑張った。あんまり今歌唱力とかのイメージあんましない方がいいと思う。風がブロー前までさらそうがいかまた一人もらってる。これに型にはめないといけないみたいな感じになっちゃってるからそういう回人の話して人の話型にはまってるからリラックスして。いや絞られてるから15人の中で今回は3人落とされてやばいなと思って焦ってめちゃくちゃ怖かったですね。あとケース。焦っちゃってる。いいんじゃないかな。時間はチームメイトの感情のコントロールがめちゃめちゃ大変でしたけど、また足並み揃えて5人で
ゆっくりやっていきたいな。焦らずに、ゆっくりというよりか焦らずに。ほらスマイル悲しい時だってあるけど It's alright。 確かにここ2人で割ってもいいかもしれない。いや、わかんないけど、パフォーマンスとして、何が素晴らしいかっていうのを、それこそ、大輝も13歳だけど、ルイも13歳ではあるから、果たして本当に気遅れなく発言できるかっていうのは、特に年長者でクリエイティブ的にもリーダーシップ取ってる翔太が考えて組んであげてほしいし、これでいいやでやるとちょっと危ないとこなので、一回ちょっと翔太以外一回ちょっと部屋使わせてもらってもいいですか。はい。失礼します。失礼しました。失礼します。一回ちょっとそういうクリエーションの話ちょっと一回しっかりやろうか。ちょっと今はちょっと来てもらってもいい？あ、はい。隠れるんですよね。こっちですか？違う。待ってケーキどんな？奥じゃない。ちょっと一回来ちゃった。どんな感じしようのこれ。なんか演技わからないです。まず。いや違う。もう使わない絶対バレない。これとその。いやこれ。テイクだけだ。してでもしょうがないから。いいよ、そっちだって。初めての2人の共同作業でございます。どうぞ。もう行っちゃってんだよ。今日はいろいろありすぎて、こんな誕生日を味わったことがもちろんありませんし、こんな下から上まで感情を振り回される一日も初めてでした。大派手なドッキリでしたね。めちゃめちゃうまい。楽しかったし、僕自身も何も知らされずになんかね、部屋を退出させられて、で食堂行ってみたいな感じだったんで、ちょっとびっくりしたのもあったんですけど、すごい幸せそうな翔太君の顔を見れて、僕はすごい嬉しかったです。じゃあ行くよ。せーの。手書いてないよ。指先がめちゃくちゃ綺麗。その代わりに体が動きづらいところがあるから。だから大輝はそういうところも一発で自分かっこいいと思うところにつけるから。あ、みちん。いけるわ。もう一回言って。やっぱがなり声作ったことない。これいいかも。あ、5、6、7、8。プロ前朝の爽快感。いいね。グー。ここってみんなこうやってますよ。足入れてる。レイちゃんここ足もう少し。うわ、ナイス。ごめん、ありがとう。ナイス。はい。ちょっとその隙間立っちゃう。その後一回あんま変わんないっちゃ変わんないかもしれない。レイちゃんのすぐもっと強ければ変わるかもしれない。一回一人で全部やってみ。踊り。1、2、3。じゃんじゃんタタタス。あれ？リズムキープ。じゃんじゃんタタタス。レイちゃんもね、練習したんだろうなってマジで分かるから。しました。よく振り付けとかね、頑張って覚えて。最初これ何って言われました。レンちゃんには多分難しいだけと思うけどって言いつつも。What's that の時は見てていいよね。What's that? What's that?
Whatever, man. You don't know it, man. Cha 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 cha. 風がどんまい毎朝のそう快感。いいね、うま。これがある。はい。踊り上手くなってるな。上手くなってました。なってるだろ。よかった。なってるだろ。おかしいぐらいになってるよ。もう初めて1週間だよ。いかれてるってスピードマジで。恐ろしいわ。俺ずっとなんかこれでいいのかな。いや上手くなりすぎなぐらいでマジ。すごすぎる。では、合宿一次審査15人でのラストチーム C よろしくお願いします。お願いします。お願いします。曇り空にウェイクアップ、yeah、水たまりに桜、Right、反射するマイムード、昨晩の憂鬱にヘッドを抱えてるマイループ、春風香る on my way、 背中に What the heavyweight、 気にならないくらいに眩しいこの daylight、 Lonely time You by my side Tell me why You make me smile Yeah 街を歩けば流れるメロディ待ち遠しい休日眺める毎日 All day all night 楽しんでいたいよさあスマイル悲しい時だってあるけど It's alright Don't you worry 前向いてほらいけるよ Up and down 僕らの毎日を照らす Sunshine Yo man What's up man What up man You don't know that man Yeah風が Blow my mind 朝の爽快かこれが俺らの空将来さ気がつきゃ日が暮れて Oh my god 毎晩が四角な燃やす Fire Let that going where 風に押されてもうちょい頑張ってこの通りやるぜ全て決めるます毎日自分に勝つやることをそうやう日が見えてきたかな One more day Yes fine 悲しい時だってあるけど It's alright Don't you worry 前向いてほらいけるよ Up and down 僕らの毎日を照らす Sunshine Oh yeah Yeah You know You know We only have one life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  曇り空に Wake up Yeah 水たまりに桜 Right 反射する My mood 昨晩の憂鬱にヘッド抱えてる My loopありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございました。いやありがとう。本当に素晴らしいものを見せてくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。言葉がないです。本当に審査をしなきゃいけない人間とか、まあなんだろう社長とか、例えば先輩のアーティストとかそういったものはもう一切置いておいて一人の音楽をこう愛する人間として、こんな形の音楽を今日見れたことが本当に嬉しいです。こうずっと技術的になんか明らかにみんなとレベルが違ってなんか自分にこう求められてるレベルってなんだろうってずっと悩み続けてなんかダンスも歌も楽しいから
やることなのに楽しくできなくなって、とりあえずずっと体を動かして練習すればいいやみたいな感じに思ってたんですけど、パフォーマンスが終わって一番に感じたのは、たとえなんかここで僕が終わりだったとしてももうすっごいこの5人でやれて楽しかったから、僕は何が起きてももうずっと死ぬまで音楽やっていきたいなって思いました。ありがとうございます。音楽っていうのは本当に人生のいろんなタイミングでいろんな感情をその人しか味わえないものがきっとあると思うんだよね。その一瞬一瞬を切り取って永遠のものにしたりしていく作業であって、決して大きなステージに立つことが偉いわけでもなくて、アワードをたくさん取ることが偉いわけでもなくて、その瞬間を切り取ってあなたが持っている感情を人に共有させることができたなら、今日のれいちゃんが俺にしてくれたみたいに、君が持っている感情で誰かの人生を少し前に進めさせられたら、少しちょっと今日頑張ってみようかなって気持ちにさせられたら、それが何よりも尊いことだと思います。そうさせてもらった俺から、本当にどんな大きなステージよりも、どんな名誉のアワードよりも素晴らしいことを今日この瞬間にやれていたということを告げさせてください。本当にこれが音楽だと思います。この素晴らしい楽曲に顔を入れたのは、色をつけたのは間違いなくれいちゃんなので、誇りに思ってください。素晴らしい歌でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あれさ、あんな今日さ見えなかったんだよ、雲で。確かに終わった瞬間さ見えちゃう。ちょっとおい富士山高いなおい。バカかせーの君と今日運命がそうですね。今日のがうまくいかなかったらTHEFIRSTはうまくいかなかったので、やっとみんなに確証をもらったという感じはあります。正直クリエイティブ審査っていう題目になった時点でチームの中で全員が輝くというのは難しいんじゃないか。全員が高いモチベーションをキープし続けること、言っても短い期間じゃないので、難しいんじゃないかとは思ってたんだけど、それは本当に全然お門違い。全員本当にはるかにレベルが上がってた。全員が伸びたということは、そのオーディションサバイバルとしてはどんどん難しくなってくるから、勝手に全部やらせて素質だけで選んでいけばこんなに楽なことはないんですけど、やっぱりそういうわけにいかないし、いいパフォーマンスを作るために妥協しなかったチーム A と、崩壊しかけたところからそれでもゴールをすることを諦めなかったチーム B と、いい音楽を作るということだけに集中したチーム C、 それぞれそれはやれているとはやっぱり思います。ただその中でもよりそれを牽引した人を順番に選んでいくという作業をしなきゃいけないのかなという気がします。この先のその選考っていう作業は本当に地獄だなと思います。
ございます。おはようございます。ではクリエイティブ審査の審査発表をしていきたいと思います。審査の基準になったのは、常々言っていた3つが大きかったと思います。まず自分をリスペクトして、同じように他者をリスペクトして、ということ。もう1つ目は自分の 100% も人の 100% も削らないでクリエーションしていくということ。で3つ目がやっぱりチーム戦なので、チームでこれをパフォーマンスするにあたってどういうことをしたらもっと良くなるだろうということを考え続けてほしいということ。この3つが大きなポイントになったと思ってます。個人順位を1位から発表していくんですが、今回の1位はやっぱりこれがチーム戦ということもあって、チームを1位に導いた人を1位に選びました。THEFIRST 合宿1次クリエイティブ審査、第1位は島尾壮太。はい。本当に素晴らしかったです。ひょっとしたらパフォーマンスだけを見た人は派手なパフォーマンス、空を飛んだりとかで、評価を稼いでいったのかと思う人もいるかもしれませんけど、あの部分があってもなくても全く関係なく1位でした。もともとダンサーとして能力が高い、コレオグラフを作れるっていうことくらいは僕も知っていましたけど、実際にチーム A で誰がどういう動きをすれば、自分がどこでどういうパフォーマンスを 100% やればこのチームはかっこよく見えるのかっていうことを一番考えていたと思います。というか一番考えていたというよりは一番行動に移せていたんだなと思います。結果短い時間なのにあなたは完全にグループのラッパーとして、強い存在感を発揮していたし、合宿の初日と比べても本当に別人のようなパフォーマンスを見せてくれていて、ちょっと衝撃を隠しきれないです。昨日見終わった後も何回もみんなの映像を見たんだけど、やはり強烈なインパクトを残せていたのはソータだったと思うし、チーム A の全体のコレオグラフとかも素晴らしいものでした。ありがとうございます。ありがとうございます。クリエイティブ審査第2位、渡辺翔太。ありがとうございます。ありがとう。第2位ですけど同時に MVP だなと思います。最も大変で最も美しく最もグループにおいて価値のあるそんな行動をこの10日間ずっとしていたと思います。一番感動したのはトップラインを作るとか歌詞を書くとかが未経験のメンバーが楽しそうにそれをやっていたこと、それをさせられるというのはプロのアーティストでもそんなに簡単なことじゃないですし、あなたはもう現存するアーティストの中でもとても得意な才能を持っていると思いました。全員楽しそうに音楽を作ることができて、しかもそれはただ遊んでいるだけではなくてちゃんとクオリティを高めるという旗のもとにそれができていて、そして自分のパフォーマンスも 100% 発揮する。これはとても尊敬しています。ありがとうございました。ありがとうございます。クリエイティブ審査第3位は上村レオ。はい。一番驚いたのはライティングの経験がないのに真っ先にブースに行き、楽曲の原型になるトップライン、メロディーのラインを作ったことが本当に驚きだったんですけど、そこだけじゃなくてただチームを盛り上げるというだけじゃなくて、もう少しクオリティが高いところに行ける、もう少しいい言葉が出てくるはずっていうのをずっと諦めずに鼓舞していた姿が印象的でした。
リーダーっていう話をした時にチーム A はリーダーはいないんですけどって言っていたけど、やはり引っ張っていたのはレオであったように遠くから見ていた僕には見えましたし、あなたが引っ張っていた方向は間違いなかったと思います。今回1位がソータですけど、ソータを1位にするところまで引っ張ったのもレオだと思います。それはとても難しいことなので、誇りに思ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。久保俊人、広瀬真人、はい、大山天、はい、黒田龍平、川島瑠衣、はい、池亀樹乃、はい、10位、門沢玲子、15位に入った時も僕は本当に心からみるみるうちに成長していく、どんどん本当にスポンジみたいにダンスをこう体に入れていくレイちゃんにとても驚かされたんですけど、今回の合宿審査でもっと驚いたのはこんなに音楽が好きな人なんだというのを猛烈に感じました。レイちゃん、翔太、龍平、この3人あたりの音楽に対する愛情の深さというのは常人離れしたものをすごく感じます。レイちゃんはライティングとかをそんなしたことがないと言っていたけど、それの一発目で今回の歌のサビフックの部分のラインが出たっていうのは多分本当にシンプルな原因と結果があって、やっぱり人間聞いたことのある音しか出せないので、聴いている音楽の数が多ければ多いほどいろんなアイデアが出てくると思います。分かりやすく言い換えると、音楽のことが好きで好きで好きでしょうがないという時間を過ごせば過ごすほど、音楽側からこっちを好きになってくれることがやっぱりたまにあります。音楽に好かれたサビだったと思うし、一番大事な本番でのブレイクの部分で今までで一番声が伸びたっていうのも音楽からのプレゼントだったと思います。少しロマンチックなことを言ってるように聞こえるかもしれないですけど、それは本当にロジックがあってのことなので、音楽を好きでいること、音楽と距離を近く持つこと、音楽と仲良くなることっていうのは本当に大事なことだと思ってるし、それを証明してくれたのはレイちゃんだったと今回強く思います。素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。クリエイティブ審査11位、古いエラン、はい、細かいことは明日面談で話せたら、もちろん僕も聞かせてもらえたらというふうに、思います。二次審査ぶりに歌で強い存在感を示していたと思うんだけれど、その威力は二次審査の時の比ではなかったです。ダンスにとても自信があると思うんだけど、全く踊れなくて歌一本なんですと言われても、すごい素晴らしいシンガーだねっていうくらい歌での存在感を強烈に証明していたので、例えば次の審査とかでやはり1位にもう一回返り咲いているランが見たいなと思っています。クリエイティブ審査12位、良樹、三山良樹。
最初にまた前提として改めて言っておくと、ステージに立った時の輝き方をあなたは知ってると思うので、うまくそれが転がった時に本当に1位とか2位とかを狙っていても全くおかしくないポテンシャルとか才能とかを持っていると思います。今回はクリエイティブ審査という内容よりもチームで戦うというところに対してものすごくスタックしてしまったことがあったと思います。一朝一夕で治ることではないと思うので、次の審査、それもひょっとしたら両機にとって厳しいものになるかもしれないです。でももう一個事実として、ダンスも少しずつ可動域が広がってグルーヴを感じ取れるようになってきたり、歌も笑顔の成分とか優しさとか聴いている人にものすごく寄り添う歌が歌えるようになって感動しました。その上であなたが持っている個性とか特徴みたいなものを決して消す必要はないので、自分を出すためにチームがあるのではなくて、自分を出した結果チームが輝いたり、チームのクリエイティブにいいことをしようと思った結果自分の才能や特徴が輝いたり、アーティストと作品はそういう関係値で常にあってほしいと思っています。また1週間続くので、体にはどうか気をつけて頑張りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。行ってください。はい。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。まあどんな結果であろうと受け止める覚悟はできてたんで。お疲れ様です。体型おいで。同じ経験を一回してるので、もう悔しいんですけど、ここで得たものはすごくたくさんあると思いますし、いろんな人に触れて、いろんな音楽に触れて、自分の中身というかもっと厚みが出たんじゃないかなと思いますし、書類審査とかで落ちちゃった子とか、その中で15人に絞られて今回この3人が落ちてすごい悔しい結果になったんですけど、共同生活をしていく上でなんか大切なこととかが分かった気がしたから、すごいみんなには感謝します。絶対ね悔しい思いもすると思うけど頑張って僕たちの分までアーティストになって、俺もこの合宿で経験したことは今後のアーティストっていうか、自分で頑張っていきたいなと思ってるから、本当に B チームでよかったなって思うから、今日最後は笑って送ってほしいからね。ありがとうね。頑張ってください。お疲れ。頑張ってください。頑張るよ。絶対頑張る。同じ部屋だったって誇りに思ってもらうよ。はい。本当に最後まで残ってほしい2人で。頑張る。あ、お疲れ。お疲れ。残り1位おめでとう。お疲れ。お疲れです。本当に。ありがとうございました。やめてくれ。この5人できてよかった。いや、俺もよかった。本当になんかね、吸収するものがあったしね、自分の課題も結構見つかったしね、本当によかった。お疲れ。頑張って。頑張れ頑張れ。大輝。お疲れ様。あ、
頑張れ。絶対一緒の音楽やろう。まあ唯一無二だから。うん。絶対どっから会えるから。音楽やったら続けてな、絶対。二次審査隣でよかったよ。お前すごかったよ。誰よりもすごかったよ。あの歌詞をずっとこれから先も刻んでてね。まだ一緒にさ、歌のレッスン受けたかった。俺もだよ。ちょっと写真撮りたい。じゃあザ・ファーストでいこう。ザ・ファーストで。はい。お願いします。一か道だ。ザ・ファースト。ありがとうございました。ありがとうございました。でも本当にこの機会があって本当に良かったです。僕の人生に本当に大きなものになったと思います。たくさんいろんなものを僕ももらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。いろんな貴重な経験をさせていただいたので、今後の音楽人生も費やしたいと思います。ありがとう、楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。次に会える日を楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。頑張って。頑張って。もし彼らに対して絶対に世界中どこを探してもこんなグループいないなっていう日本のトップだったりアジアの頂点だったり世界への挑戦権だったりそういったものを本気で取れるボーイズグループを作りたいと思います。はいはいはい、別れてしまった後彼らに対して君たちができることはただ一つでこんなすごいグループを輩出した彼らがここまで残ってたんだって言わせてあげることしかないので素晴らしいオーディションにしましょう。素晴らしいグループを作りましょう。はい、よろしくお願いします。改めてお疲れ様です。本当に大変な10日間を過ごして、くれた上に簡単にもろもろ切り替わったり追いついたりするもんじゃないかなと思い、まあ他ならぬ俺もそうなので今日はちょっと練習するとかいうよりせっかく晴れてるんで山中湖あたりのピクニックに行こう。素晴らしいです。素晴らしい景色。いや油のソース俺がやるから油ソース
残った12人の君たちに対してこれから我々はプロとして扱います。合宿審査の二次試験はプロのアーティストとしてちょっと活動してもらいたいなと、疑似的にプロのアーティストとして活動してもらいたいなと思ってます。プロが作った楽曲をプロが作ったコレオグラフでプロフェッショナルに歌いこなすということが行われます。いわゆる課題曲審査みたいなものだね。怒ってる怒ってる。怒ってる怒ってる。ちょっとヤンキーだから。大人から見れればピーターパンなら連れてくで一気に抜いたらネバラ勝手に入る。勝手に入る。どこまでも付き合いましょう。雲の上でチール、誰が邪魔できる。今日もラスト頑張っていきましょう。本当にまず頑張ってきたから、とりあえず思いっきりやろう。で笑顔はせずに最高のもの作ろう。で一回 OK。はいはい、じゃあ行こうか。いきます。はい、レゴビーフレーム OK。 ビーフリー新しい朝日が昇る夜中を僕に見せてよ。So I want you to be free 今風に自由に夢を見ようよ。 If you can't give me you can't do it 全て思いのままだ。消毒は俺もお願い。重たいやつです。最後俺が全員からやられるんでしょ。帰ろうかな。誰が消毒にすぐって言った？誰が消毒にすぐ？よし。頑張りましょう。よし頑張ろう。正解何それ知らねえ。クオリティめっちゃ高い。今回脱落するのが手になってしまうんだけれど、純粋に現状のクオリティをコンテストとして見たときに劣っているという認識はないです。少しだけその2人で話してもいいですか？アーティシズムっていうものがみんなちゃんとあるんですけど、自分はこういうアーティストになりたいとか、やっぱ自分にそれを当てはめてみるとまだないのかもしれないなって思うところがあって、正直自分を嫌いになってました。こんなことないぜ。次の審査の、内容の発表をします。まず次もチーム戦です。チームのメンバーはここにいる11人全員、11人でワンチーム、そしてディジプロ審査を終えた君たちが次に挑むのはバーサスプロのアーティスト。君たち11人で
プロのアーティストに挑んでもらいたいと思っています。プロのアーティストの楽曲を11人全員でカバーして、ただなぞるのではなくて、そこにあるものをなぞるのではなくて、君たちの歌としてパフォーマンスしてほしいと思っています。ザ・ファースト、合宿最終審査、君たちが挑むプロのアーティストはもう目の前にいます。教えましょう。スカイハイ。ちなみに、歌い分けもコレオグラフも何もないので、君たちのクリエイティビティで歌い分けやコレオグラフを作ってこの楽曲をパフォーマンスしてください。この合宿のテーマソングができたので、聴いてください。さて私思ったんですけど、多分これ歌をさどこでさ切り替わるかを先決めといた方がさ、歌割り決めやすいんじゃないかなって思ったんだよね。でここで一人ここで一人ここで一人みたいに決めてった方が多分想像イメージつきやすいかなって思う。あとなんか大歌ラップみたいなイメージがあるじゃん、ここ大歌でここが歌ラップでこっちラップでみたいなイメージ持ちながらもう一回聞く。そうだね。分かんない、ぶっちゃけなんなんとなくここかなっていうのでさ、別に何でもいいけどさ、こうなんかあれしてみようでみんなでこうやってさ、そうここで一人かなみたいな感じで。ある日夢物語と笑われた、その夢を超えるため走り出そう。風の音、雲の鼓動、空の向こう、その先で会おう。型破りでクレイジー上等だ、鼻からニュースタンダード。 To the first, to the first 最高のパフォーマンスにしたいので、心をまずみんなが一つにして頑張っていこうと思ってます。11人で船に乗って大航海をする、そんなイメージを頭に持ってチームを成功に導く、世間を驚かせる、これを僕にとっての課題にしたいと思います。 It's not too late。 1番の部分は割と大きく分けた方がいいんじゃないかって思ってさっき言った時で、2番は結構割と1番の後にこう歌詞的にも希望が見えてきたような、そういった歌詞になってきてるし、流れ星をつかむように空をかけるとか歌詞としては速い、流れ星も結構速く動くみたいなイメージでいくと、この Now I Gonna Go ぶちかまそう君とのところを3つに分けるのも俺全く同じこと書いた、面白いんじゃないかっていう、スピード感があって、それこそなんか流れ星みたいにこうどんどん歌割りが変わってく、めっちゃいいと思った。それで多分大サビ感を演出できるような気がする。2番のサビの後半はさらっと分けるようにして1番を分けるみたいな。アイドルとその炎一緒でもいいかなって。だったらこのレオ君の言ったこの授業入るかなっていうのはあるんだけど、がっつり踊るんだったらさ、そのあれじゃない、間を埋めるっていうかさ、イメージに言ってたらセンターで歌ってするじゃん。あの日夢物語と笑われた、その夢を超えるため走り出そう。風の音、雲の鼓動、空の向こう、その先で会おう。型破りでクレイジー上等だ、鼻からニュースタン
言葉聞き飽きたよ。居場所がない行くあてもないなら自分で作るさ何でもあり。お前の物差し測りやしないさあもう行くぜ君はどうしたい。 It's not too late never too late to start 逃げやしないさ。 It's not too late never too late to fly Please don't waste my time どうせ飛ぶなら高く他のやつらじゃ到底追いつけないくらい I'm ready to go ぶち破ろう君とあの This is the only way その炎を燃やせあの This is the only way 怖くても進め何者でもないさなぎのバラフライここじゃ終われない終わる気すらないゴールなんて見えない果てないこの旅君と俺の行く先なら同じどんな過去があっても今日がスタートなれはいわのでも Never leave you out 怖くなってないわけがないだけど止まらない君と俺の生きた意味を空の羽に刻む It's not too late never too late to start待てやしないさ It's not too late never too late to fly Please don't waste my time 放物線を描く流れ星のつかむように空をかけぶちかまそう君とThis is the only way その炎を燃やせ I know this is the only way 怖くても進め I know this is the only way We know this is the only way その炎を燃やせなんかすごいことになってるぞっていうのは何日か前から聞いていたのでなんかお返しできるものないかなと思っていたんだけれどももしよかったら受け取ってもらえないかなと思って用意しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ネーム入りはレビューが決まったらだと思っていたからこれ渡すの早すぎるかなとか思ったんだけどもう今渡すしかないなと思って、感情に従って渡させていただくことにしました。もしよかったら来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。改めてありがとうございました。ありがとうございました。日高さん、ちょっとこれをいただいたのもなんかわがまま必然かなって思うんですけど、そうだね。確かに。To the First を一緒に踊っていただけませんか。よろしくお願いします。お願いします。ダメだろ多分。無理だね。絶対踊れない。ダメだよ。難しいね。無理。そんな絶対無理。あれ？じゃちょっとやりましょう。やった。It's not too late, never too late to fly. Please don't waste my time. 放物線を描く流れ星をつかむように空をかけ Now I gotta go ぶちかまそう君と進め I know this is the only way
正直ルイを脱落させるのは下手したら僕が一番嫌でした。プロ状態に入った時のルイはこんなに素晴らしいんだと、そして今日も素晴らしかったので、僕はいよいよ決断をしなくてはいけないと思い、正直順位をつけるのと同じくらい一度決めた後に本当にこれでいいのか本当にこれでいいのかと何回も考えました。でもどんなシミュレーションの仕方をしても、今もしもあなたが今年デビューのメンバーに入ってしまった場合、世間から求められるあなた像っていうのはきっとあなたにとって望ましくないものになってくると思います。見た目の華々しさややはりとても可愛い人間性もあるので、そういったところを求められて、その分そういった仕事をしているうちに基礎的な技術、歌やダンスの練習をする時間はどんどん削られていって、学校にも行けなくなって、人間としても音楽をする人間としても消耗してしまうのが目に見えていました。あとごめんなさい、正直二次審査で初めてあなたを見た時から、いわゆる一目惚れ、一聞き惚れでした。終わったらちゃんとお母さんとかにも連絡するので、BMSG からのデビューを一緒に目指してくれませんかと思い、手書きですごい誓約書を書いてきました。あなたの正式なデビューや世界へと向かう足取りをサポートするため、最大限の努力を自分はできたばっかりの会社だけどするので、もしよかったら受け取ってもらえないだろうかと思って書いてきました。ありがとうございます。ルイの中でやっぱり少し気になっているのは、プロアーティストって学校にもあんま行かないで好きなことだけやってることができるから最高だなっていうのを何回か言ってたんだけど、それはすごく危険な思考だなと思っていて、プロのアーティストとしてやるということは責任者になるということでもあると思います。自分の音楽だったり、人から提供されたものであったとしても自分のパフォーマンスに責任を持って世の中に出していく立場になるので、必ずしも学力が高い必要はないけど考える力が高い必要は絶対にあると思います。もちろんそれは学校だけで学べることじゃないけど、学校の中で、学べる考える力、人に伝えていく力っていうのはすごい大きいと思うし、教科書もバカにならないって本気で思ってるので、ルイは嫌なことから逃げるように音楽に行くのではなくて、嫌なことからもちゃんと学べる人間になってアーティストとして羽ばたいてほしいなと思うので、BMSG は彼に最高のトレーナー、最高のトレーニング環境、最高のカリキュラム、それから最高のチャンス、そういったものを与えれる限り与えていき、同時にお母さんと話しながら学力の向上に関してもちゃんと面倒を見ていくという姿勢で彼と一緒に歩いていきたいなと思っています。レゴザ・ファイト！頑張ろう！というわけで最後の審査やるわけなんだけど、当然っちゃ当然かもしれないけど課題曲があり、その課題曲っていうのがデビューするグループのデビュー前最後の楽曲、プレデビュー曲として、最後のメンバーで歌い直したりもしていきます。はい、曲「Be Free Move On Shining One」という楽曲を今回用意しました。かけてください。お願いします。お願いします。Shining one, feel it. ため息待ちのウィーケンド、同じ味にも飽きて、Oh, グラス越しの通るスポットライト。I want to
のたくさんと一緒に作りました。ぽいね。なんかメイドインジャパン感もあるし、原稿感もある、これちょっとみんなに歌ってもらいたいなと思ってます。ちなみにチーム分けだったり歌い分けだったりは部屋分けがあると思うんですけど、同じ部屋だった人が自分と同じパートを歌う人が2人違うチームってことで、そう同じパートを歌う人と同じ部屋だったんですね。そんなわけで、曲名にちなんで、チームシャイニングとチームワンで、じゃあチームシャイニングの方が翔太、竜兵、ジュノ、ソータ、マナダ。感じてチーム分けは正直意外なメンバーというか今までやったことないメンバーが多かったので、なんか新鮮な感じ。ずっと竜兵とかもダンスレッスンとかは別チームだったから、あまりお互いのダンスとかをちゃんと触れ合う時間っていうのがなかったので、すごい嬉しいなと思った。一つ目は彼らのプレデビュー曲として才能のきらめきを象徴するような楽曲を作りたかったです。世の中にいろいろある才能がふっときらめく瞬間、自分の中の可能性がふっと広がる瞬間、そういったものを一曲に閉じ込めて表現したのがシャイニングワンです。そしてもう一個 Be Free Move Onから続くこのシリーズはやはり課題曲でもあるので、圧倒的に今までよりレベルが高いです。どこの発声を使えばいいのか、どこでミックスボイスとどこで裏声と、ラップのリズムも今までで一番複雑です。今までで一番スピードがあるし、今までで一番リズミカルだし、一番難しいラップ、一番難しい歌、そして一番難しいダンス、これが全て込められたのがシャイニングワンです。プレデビュー曲としてこれを完璧にこなした彼らが世の中にお披露目されるのは夢ですね。BMSG オーディション2021、ザ・ファースト。1年目の会社、初めてのボーイズグループプロデュース。興味本やなんとなくでやってきたつもりはないです。確実に日本の音楽業界に絶対に必要な一歩であることを、日本にあふれる才能にとって必要な一歩であることを常に感じながら進んでまいりました。この一歩が本当に偉大な一歩であったと証明されるのはきっと何年か先のことになると思います。その一歩目の結果を最初のボーイズグループのメンバーとなる方を今日選ぶための最終審査の日になりました。最終審査は2つ。
最終審査っていう言い方もTHEFIRSTにはふさわしくないように思います。最後にTHEFIRSTから日本に提示するものはクリエイティブネオ、そしてプレデビュー曲のパフォーマンス、この2つをここまでくぐり抜けた10人にやっていただいて、その中から BMSG 初めてのボーイズグループ、そのメンバーを僭越ながら決定させていただきたいと思っております。そんな今日なんだけれども、もちろんお客さんをバーッと入れてみたいな形にはできないけど、この瞬間を一緒に過ごしたい仲間がいるので呼ばせていただきました。ゲストの方入場してください。大輝、ルイ、天、そして直樹、俊介、よく来てくれました。ありがとう。ありがとう。結果がどうなったとしても、君たちはもう僕の誇りだし、僕の財産だし、彼らも僕の人生の一部だし、最高にかけがえのない時間を僕たちにくれた仲間だと思って、今日は15人でやるつもりで最後のパフォーマンスやってくれたら嬉しいなと思っています。はいはいはい。ではクリエイティブネオから始めます。合宿の最初でやった時はもうあるトラックの中で音楽の声を聞いて自分ならどういうパフォーマンスをするかっていうのをやるのがそれでしたけど、今回は今まで自分がリリースした曲だったらどのトラックを使っても、しかもどの部分を使っても OK、 チームメイトも自分たちで決めて OK、 世の中にある音楽の中から自分の音楽性っていうものを抽出して提示する、自分がどんなアーティストなのかっていうのを提示する、そういったものを見させてもらえればなと思います。新感覚でマリどこかみんな乗れるような、お前いいこと言うな、お前いいこと言うな、そんなヤバい曲を作ろうと思っています。Friday night 待ちわびた this time。 スカイハイさんの七色ホリデーのパッドの音、その音をループさせて、高さを変えてみて、でそこからは僕たち自身でドラムを完全に作り、全部オリジナルって言っても過言じゃないぐらいで、ほぼゼロから近いっていうところから作ったのもあって、そこはその曲に対する思い入れにつながってるかなというふうに思います。偶然じゃないんだよ。でもこれはこの3人が今やってることが偶然じゃないっていうのをめっちゃ言いたいんだよ。そう、個性がこの集まった瞬間が偶然じゃないみたいな言いたいから、重なる今とかの重なる今偶然じゃない、あ、今ありだね、I fall in love with Navy the melody We are only one players 重なる今偶然じゃない、イエーイレゴロッキャベリー。次のグループ入ってきてください。スカイハイさんのBlame It On Me という曲をベースに作っています。大人ぶっていないぐらいのこうセクシーさっていうかで、それをうまいことバランスの取れた曲にしようっていう。こういう振りどうって提案するときに自分のその 100% のやりたいことというか想像していることをまだ表現しきれないっていうのが、それで結構悩んでた
けど、やっぱこうやって一緒に生活してるからこそこうペアに認めてもらわなきゃっていう、ペアにこの振り見せてちゃんと納得してもらえるような振りにしないとなみたいな、そういうのがあって、なんかな微妙だなおい微妙だよ。出てこないなマジで。出てこない。どこも見えないもう消えてしまうほどな水準の粒落ち、その先にある瞳は心を灯す光へ。消えな水準の粒落ち、その先にある瞳は心を灯す光へ。次のグループ入ってきてください。容器は俺が今回今すごい課題にしている表現力とか表情とかいろんな部分を全て持ってたりとか、いろいろ見慣れる部分もあったり、容器から吸収できるものがいろいろあるなって思ってたから、容器とは一緒にやりたいなっていうのはもちろん思ってたし、自分たちの武器だったりとか、こういう武器を手にしたいなっていうメンバーが集まった3人です。トラックはストレイキャットという日高さんの曲をちょっとずつ部分変えたものをトラックにしてパフォーマンスしています。3人ともこうちゃんとこうアイデアとかもあって、ここはこういう風にした方がいいんじゃないかなとか、ここはどうみたいな、なんかそういうのをちゃんと言い合えてるので、壁ぶつからずにできている気がしますね。前回のクリエイティブの時に比べたらクリエイティビティが見せれてるんじゃないかなっていうのは思ってます。夜を越える旅は深い海へと沈みゆくまま取り戻せない。では最後のグループ入ってきてください。トラックは、ベースにスカイハイさんの「アドベンチャー」という、楽曲の音を使ってるんですけど、アドベンチャーっていうこの題名で僕たちがこのオーディションを通してこう進んできた道というか、なんかそういうのも含めてなんか自分たちらしい音楽だなっていう風に捉えたので、僕らも見てる側も楽しくなれるような曲を作りたくて。チャカチャ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 カチャカチャカチャチャチャ。あ、やばい。あ、これはじゃあ一回ハイタッチしていい？一回ハイタッチしていい？なんなんすかね、なんか本当に意見が合うし、多分それぞれの良さっていうのも分かってるし、その何が言いたいかも多分分かってるんですよ、お互いが。なんかそれでこう結構意思疎通ができてて、三次審査の時のいいチームで一緒になったランちゃんと、その最後の最後いっぱい楽しめたら、もうそれクリエイティブ審査はそれがもう正解なんじゃないかなって思ってます。Everybody
さてここから本当に最後の最後のステージ、プレデビュー曲を2チームに分かれてパフォーマンスしてもらいます。シャイニングワンっていう楽曲は君たちに当てて書いたものだし、本当にさザ・ファーストがそうであったように応募してくれた時ってさあんなにテレビでやってくれるとかさ知らなかったじゃない。俺もそうしてやるとは思っていたが、絶対そうしてやるとは思っていたが、そんな発表は当然なかったよね。君たちは履歴書を送る前の生活から履歴書を送った後の生活でやはり劇的にと思ってくれてるかどうかわからないが大きなチェンジはあったと思うんだよね。本当に人生っていうのは出会い一つきっかけ一つで劇的に変わる瞬間があると思うわけで、そういったことって実体験が伴わないとさ綺麗事になってしまうから、自分の曲で歌うことはしないけれど君たちが歌うと説得力が出る曲になったと思います。僕はこの「シャイニングワンっていう曲を君たちがパフォーマンスすることによってその曲と出会った君のファンだったりこれから出会うリスナーだったり世間全体だったりにそういった出会い、そういった偶然、そういった奇跡みたいなものを、そういうきらめきとかときめきを日本中にっていうか、言っちゃう世界中に巻き起こしてくれるんじゃないかなと本気で感じてるし信じてます。シャイニングワンのパフォーマンス一番楽しみにしているのは俺かもしれません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早いっすね。ムーブオンの子たちは経験してると思うんですけど、こんなガツガツ踊りながら歌うの初めてかもしれない。ちょっと頑張ります。歌ってすらいないのにあんな疲れるし、プラス感想入るってなるとこう今までの比べ物にならないぐらいの疲れが来るんじゃないかなっていうのは正直怖えって思うんですけど。そうたもやっぱ歌うところになると急に自信なさそうになっちゃったりするし、ラップもどんどん良くなっていってるから今まで費やしてきたことが間違ってないことの証明だと思うので、それを肯定してあげてほしいなという。マラトンも表情を作るってなった時に出てくる表情のパターンが、少し少ないのが気になるね。ジュノンをもうスッと歌ってしまっているだけの状態に聞こえてステージに立った以上その多くの人の人生を左右する責任が生まれてくるので、これをなんか意識してほしいかな。はい、パフォーマンスと全く関係ない課題がもう一つあるとしたら、コミュニケーションに関してもさらにちょっと広げていってほしいかなと思います。世の中に出た時に倍とか3倍とか、君の場合は4倍とかの年齢の人と対等に仕事の話をしなきゃいけない瞬間が出てくると思うんだよね。でそれができませんってなってくるとやっぱ難しくなってきてしまうし、せっかくの君のアイディアとかクリエイティビティが
発揮できなくなって楽しくなくなってきちゃうかもしれないね。それは僕は避けたいので、翔太は歌にしろダンスにしろ今のところそつないっていう意識がやっぱりどうしても感じてしまうので、ダンスにしても歌にしても自分に注目を完全に当てさせる瞬間を意識して作り出してほしいなと思います。ダンスとか歌両方に対して繊細さとかかな、なんか柔らかい部分とかがあるとさらに流行るね。次に多分なので意識することは、楽しませてあげようというサービス精神みたいなのが足されるとパフォーマンスに多分幅が出ると思います。楽しそうっていう引き出しがめっちゃ強いし、感情を渡すっていう作業をもう一回シフトして、入れてってくれたら嬉しいなと。いよいよ時間がないっていうのはもう一個意識することかな。未経験なのにこれはすごいって人全員思うと思うんだよね。世の中に出てしまったら、そうこの人未経験だけどすごいんですよっていうことにはもうならなくなってしまうから、まあ多分好きなアーティストいっぱいいると思うんだけれど、と同じフィールドで見られることになってしまうっていう覚悟とかが一個つくと、パフォーマンスに幅や艶は出ると思う。楽しみにしてます。レオの部分で気になったのは、できることをできる状態でやっているので、どんなに一生懸命やってもそれだとたまに人はなんとなくやっているように見えてしまうところがあるので、楽曲の意識とか意図を自分で汲み取って、自分のメッセージとか自分の主張にして楽曲に落とし込んでいくっていう作業、ランは顔立ちが綺麗なんです。ものすごく武器として本当に使えるものなので、例えばパフォーマンスする時も表情を作るというよりは見せるものにシフトしていってほしいかな。セクシーかなでもいいし。Yeah, shining one. ため息待ちのウィーケンド、同じ味にも飽きて、グラス越し踊るスポットライト、泡と共に弾けた、追い越されてく日々に運命からの招待、ただ待ってたわけじゃない、Now I'll never make it happen。 I never feel it こんな気持ち初めてさ、あの日の自分の身勝手が胸の中で光って怒ってこう最高の未完成、感じて Be the one, be the one Can't stop going, 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 going 今すぐ Be the one, be the one 響き合うほどに踊り出すこと、Ready, set, go ああ唯一無二のショータイム、もう止まらない Shining One。 もう特に I'm ready ブレーキなんて踏まない方が素敵、それらずらスパイスにして荒波もドライ、いっそ空にフライ、下に見える大都会、ああもうすぐ追いつく、あの目にした流星群、どこまででも飛べそうさ退屈をエスケープ、一人でもグでも君どうならもちゃ Now I'll never make it happen I never see it こんな景色初めてさ、いつもアンバランスラストは不安なんかない、それこそドラマ見れのナンバーワン、感じて Be the one, be the one Can't stop going, 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 going 今すぐ Be the one, be the one 響き合うほどに踊り出すこと
Yeah, can you feel it? Be the one, be the one ずっと moving, 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 moving with you Be the one, be the one 見たい剣の始まりさ Baby shake it up Be the one, be the one Yes, I'm going, 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 going 今すぐ Be the one, be the one 響き合う肌に思い出すことYeah Ready, set, go 唯一無二のショータイムもう止まらない Shining One 純粋に良かったです。めちゃめちゃかっこよかったです。なんか感動しました本当に。初めて歌を褒めてくれたのがルイで、ずっと嬉しくて、そういや本当なんですよ。でなんかルイがトゥーザファーストで脱落した時になんか歌も頑張りたいなと思って、今まで恥ずかしいって気持ちだったんですけど、本当ルイのバカさとかそういうのを思い出すと本当この場で恥ずかしがってる場合じゃないなって思って本当頑張れました。ルイ本当にありがとうってずっと伝えたかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お疲れ様めっちゃ良かったです。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。良かったです。いやみんな本当にいや頑張った本当に。全員頑張ったね。最高。お疲れ様。俺頑張った。めっちゃ頑張った。イケメンもありがとう。ありがとう。いやめちゃくちゃイケメンでした本当。ありがとう。いややっぱり一緒だよ。かっこいい。めちゃくちゃかっこいい。マジでかっこよかったから本当に。ジュノン、リュウヘイ、マナト、ソウタ、ショウタ、ラン、レイちゃん、シュント、リョウキ、レオ、もちろん大輝、ルイ、テン、ナオキ、シュンスケ、心からありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。オーディションサバイバルというよりは人の才能が磨かれていく場所、輝ける場所、そういうものを作りたいと思ってやっていたTHEFIRSTは間違いなく現象であったと主催者の自分からそう感じたことを君たちに伝えます。それを作ったのは間違いなく君たち一人一人、そして集団になった時の全ての君なので、これから先の人生において誇れるものは何かと言ったらTHEFIRSTを作ったということは間違いなく言えるということを先に言わせてください。心から全員のこと、一人一人の君を心から尊敬しています。5年後の姿を想像した時に一番理想的な形はこういう形なんじゃないかというのを想像して考えました。最後は順位発表はないです。君たちそれぞれがそれぞれの角度でナンバーワンだという話は最後に山梨でやったと思うんだけれども、常にナンバーワンであることを、ただのオンリーワンではなくて君たちがもうナンバーワンと言われるだけの個性を持っていて、それを才能と呼ばれるところまで磨いてきたことは忘れないでほしい。その上で常にナンバーワンでいることを怠らないでほしい。磨き続けてほしいし、狙い続けてほしいし、そういった気持ちを込めて、グループ名を作りました。常にトップを狙う、常に首位を占めている、そういった集団。グループ名はこちらです。
グループ名は BE:FIRST。 BMSG のB の文字を掲げてデビューするグループ BE:FIRST。 もともと思っていたんだけれども、チームとしてのダンスパフォーマンスの破壊力だったり、それぞれのこの、尊重具合だったり、全てを見ていて、合宿が始まる前くらいかな、合宿の最中に最終的にはこうだなと思いました。 BE:FIRST は7人組で行こうというふうに思っております。ちなみに、文字数を見てもらうと分かると思うんだけれども、コロンを抜いた、BEFIRST、7文字では発表していきますね。順位ではないです。 BE:FIRST の1人目のメンバーはソータ。はい。おめでとう。おめでとう。よろしくお願いします。本当にあなたは一番心の筋がぶれないままここまで来てくれたこと、そして圧倒的に強い個性を持っているにもかかわらず、その強い個性が芯が強いからこそ柔軟だし、どんな人にも合わせることができる。合わせるっていうのはなんとなく難易度を下げるということではなくて、その人にできる最高を引っ張り上げるということに他ならなかったです。自分の個性を、自分の力を伸ばすことを怠らず、何の苦でもないかのように周りを常に引っ張り上げていくその姿はチームのパフォーマンスにおいて不可欠だと思いました。実際にあなたがいたチームのクオリティは1週間でどんどんと伸びていくし、あなた自身のクオリティもどんどんと伸びていくし、一個一個地道に爆発的な成長とは言わないものの、一個一個地道に自分で考えて改善していき、それを体に入れたと思いきや、パフォーマンスとしてグループでどう生きるかっていうことを常に考えているあなたの音楽に向かう姿勢、そして心のぶれなさ、まっすぐさ、BE:FIRST を作る上で最初に名前を呼ばせていただきたいなと思いました。何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。 BE:FIRST 2人目のメンバーはシュント。はい、ありがとうございます。シュントパーカーを受け取ってください。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。本当に特殊な才能だなと思っていたけれど、どんどんと話をして、パフォーマンス見せてもらう種類が増えれば増えるほどそこが知れなくて、これは下手なことを言って、才能を濁らせてしまったらどうだろうと思いつつも、でもこのままだといけないなと思ったことにだけ少しずつ触れていきながら、これはでもいつか大きな開花をするのだろうと思っていましたけれども、少し違ったかもしれないです。まだまだこの先にあるような気がしています。爆発的な開花を予感はしています。ただまだ来ていない段階でこの存在感、この表現力、そして実際の技術力なんだというふうに実感しています。あなたはさらに高いレベルで揉まれることで大輪の花を咲かせるということを確信しています。その瞬間が見れることを楽しみにしながら、もちろん現段階での技術だったり表現力だったりも申し分ないので、なるべく早く名前を呼ばせてもらいたいと思って呼ばせていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。 BE:FIRST 3人目のメンバーは
マナト。はい、ありがとうございます。スタートから素晴らしい才能を持っているなとは思っていたんだけれども、ここまで表現者として美しい姿を見せてくれる日がこんなにすぐ来るとはいや正直思っていました。合宿のクリエイティブ審査のスタートあたりで音楽との距離感の近さを示したあたりから、あなたの成長速度というか技術の使い方のうまくなり方とでも言うのかな、もともとあった高い技術を、もともとあったものすごい切れる日本刀だったり、何でも貫く矛であったり、何でも防ぐ盾であったり、それを自分で自由自在に使っていく様はアーティストというに本当にふさわしいと思います。あなたの声は楽器だし、あなたの感情表現は絵の具だし、あなたの体からなされるもの全てが音楽で構築されているというふうに感じるし、それを見ているこちら側はまるで音楽を目で見ているような気持ちになります。音楽と出会えて嬉しいです。マナトと出会えて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。4人目のメンバーは竜兵。はい。間違いない。竜兵パーカーです。14歳ですけど、決して早いとは思ってませんが、間違ってないですよね。はい、僕もそのつもりでいます。音楽と一番多く会話をしてきたのが竜兵であるように思います。楽曲の感情をつかみ取り、ただそれをなぞるだけじゃなくて、自分だったらこういうふうに表現するなということを常に考えているあなたのパフォーマンスは、音楽との距離感の近さから生まれるパフォーマンスの表現能力の高さ、いろんなところでそれを見せてもらいました。ここに至るまでもしもパフォーマンスがチームでの共有が図れなかったらまだ考え直そうと思っていました。ですが今日のパフォーマンスを見た瞬間に、これは革命を起こしてくれると、BMSG に来るべくして来てくれたんだなというふうに強く感じました。出会えて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。 BE:FIRST 5人目のメンバーはジュノン。はい。ジュノンパーカーです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。一言で言うなら、本当に間に合ってくれてありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。もう本当3次審査で見た時から確実にポテンシャルはあるし、確実に音楽をやるために生まれてきたタイプの人の目だし声だから、合宿には絶対に連れて行きたいと言い続けて、そういった自分の判断をね、選択を正解にしてくれたのはあなたのここまでの頑張りだし、正直想像がつかないので、ここまでどれくらいの努力をずっとし続けてきてくれたのかは。ただ結果だけ言ったら、私は何の不安もないどころか、未来への期待しかあなたのパフォーマンスを見ていて、感じません。自分の夢を膨らませてくれる歌声を、そしてダンスを通したパフォーマンスを見せてくれてありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当にジュノンの面白いところは、温度感を常に保てることだと思うんですね。これって何がすごいかなって、どんな大きなステージにパフォーマンスした時でもジュノンの声だな、ジュノンのパフォーマンスだなっていうのを崩れたところはやっぱり一度も見てなかったです。厳しい時に振りを無理やり入れた3次審査であったり、いろいろと大変だったクリエイティブ審査のチーム B であったり、急に世界レベルの振りを入れられた B フリーだったり、
To the First を挟んでの今日ここのパフォーマンス、ずっと育成プログラムだって言い続けてきたけど、あなたのおかげで俺は胸を張って言えると思います。ザ・ファーストという育成プログラムを俺は成功させたということを言わしめてくれてるのもあなたです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。BE:FIRST 6人目のメンバーを発表します。良輝、ただパーカーを渡す前に一つだけお話しして確認しないといけないなとも思っています。あなたはいろいろありました。はい。いろいろあった結果どうなったかというと、もちろん、僕たちもあなたに対して不信感は当然ありました。それを抱えた状態で数ヶ月過ごして、今日のパフォーマンスだったり練習に挑む態度だったりチームのメンバーとの接し方だったりを見て、僕は信頼できる方だというふうに改めて思ったし、あなたは信頼を取り返したというふうにも言えるかもしれないですし、実際にパフォーマンスを見た時にグループにいてほしい破壊力を持った方だなと思いました。本当にグループにおける爆発力を秘めているので、さまざまなシーンで活躍してほしいなというふうに思って今名前を呼ばせてもらいました。ただこれからひょっとしたら世間一般のところからしたら冷たい目で見られたり心ない言葉を言われたりすることは人よりきっと多いと思います。どのくらいのことをどのくらいの長さ言われ続けるのかは僕も正直分かりきらないところがあります。非常に悩みました。それはグループにとってどのくらいの悪影響が出るのかというのも考えました。その上でちょっと背負ってみたいなと自分は思っております。この先の道が少し茨になってしまうことも含めて、覚悟ができているかどうかということだけ最後に確認をさせてください。なんて言えばいいんだろうなまずなんて言えばいいんだろう、一言で言うと絶対に一緒にやりたいです。そしてやらせていただきたいです。覚悟はあります。本当にすごくメンバーにもそうだし関係者の皆さんにもそうだし、もちろん日高さん PMSG の皆さんに本当にご迷惑はおかけしました。僕としての気持ちは絶対に世界に行きたいしこのメンバーで絶対に行きたいので、僕はどんな覚悟を背負ってでも一緒にやらせていただきたいと思いました。なので、本当に逆に皆さんが受け入れてくれるなら僕は一緒にみんなと世界に行きたいです。もちろん伝えていくのはとても難しいことだと本当に思います。だけど感情を持ち続けていたらそれは熱いお湯が入ったコップみたいに少しずつ伝播していくものだと思いますし、感情としてはどういったことを伝えたいのかすごく伝わりました。それは僕にとって、信頼するに値すると改めて思わせてくれたことでもあるし、まずは何よりここまで必死に取り組んでくれたこと、そしてここまで間違いなく成長してくれたこと、それには音楽との向き合い方を根っこからちゃんと考え直さなきゃいけなかったであろうに、その決断をしてくれたであろうこと、そういったことを含めて心からありがとうございますと改めてよろしくお願いしますと伝えさせてください。ありがとうございます。
入っている。BE:FIRST 7人目のメンバーはレオ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。もう少し早く名前を呼びたかったんですけど、逆に、BE:FIRST というグループを作ろうと思った時に、そこの控室で、最後に名前を呼ばせてもらうのはレオにしたいと思わせてくれました。あなたはみんながそれぞれの形でグループとしての活動を望んでここにかけてくれたと思います。グループでこういうことをやりたい、こういう存在になりたい、それぞれあったと思うんですけど、ボーイズグループをやりたいではなくて、自分はグループを成功させるという未来しか見えていないとでも言わんばかりのワン・フォー・オール精神、正直心配になるくらいでした。レオにずっと言い続けて最後までやってもらえなかったことは、チームのことばっかり考えるのもいいけど自分のことを考えてほしいって言ったんだけれども、あなたはチームのことを考えるのをやめなかったですね。本当に大丈夫かなと思っていたんだけれども、僕の心配はだいたい本番のステージで毎回覆されてきました。このままだと厳しくなるかもしれないと伝えた疑似プロ審査の時だったり、発声の種類が増えないかなとか、ダンスのグルーブとかもね、ここでもう一つ足してほしいなと思った To the First の時だったり、そして最終審査に至るまでさまざまなシーンでさまざまな課題がどうしても克服してほしいと思った分、言い続けることは多かったと思います。あなたは自分自身の悩みや迷いはその分多かったはずなのに、常にチームを良くしよう、チームを良くしようと、そして実際に良くなってしまう。本当に美しいんです。あなたがチームにいる時のチームの他のメンバーの輝き方、そしてあなた自身が輝く瞬間になった時の神々しさ、すごく素敵な才能を持っているということを今日改めて確認しました。というか今日初めて進化を見せてもらえた気がします。5年後にこのグループはどういう形になっていくだろう、個性がとても強いので少し心配なところもあるぞと思った時に、レオがいるなら大丈夫だろうと思ってしまいました。3次審査ぶりに久しぶりにこの言葉を思いました。ただ3次審査の時に思ったのは、レオがいるならこういう経験の浅い子がいても置いてったりしないだろう、優しいから大丈夫だろうでした。今言ってるレオがいるから大丈夫だろうというのは、グループとして高みに登ることを諦めない心や、その中で自分を消してしまわない強さだったり、周りに向ける愛情の懐の広さと数の多さ、あなたはたくさんの愛情を持っているので、その愛情をたくさん外にこれから振りまいていってくれたらいいなと思います。名前を呼ぶのが遅くなってしまって申し訳なかったです。最後もちょっと呼ばれるまでドキドキしてたんですけど、メンバーとまた日高さんとまた夢の続きを見れることに本当感謝してますし、夢のまた先の夢を、そのまた先の夢を見れるようにこれからもっと努力してチームで世界を取りに行きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そして BMSG はずっとやっていきたいわけだ。いろんな形で音楽をずっとやっていきたいわけですね。今回翔太を
グループのメンバーに入れるか入れないか、 BE:FIRST のメンバーに入れるか入れないか、まあ迷いました。あなたが BE:FIRST のメンバーとして輝いている形は想像に安かったからです。ただあなたは音楽がないと生きられない、音楽と共存しているタイプの人間だと思います。果たして5年後どういう人生を送っているか、どういう音楽を作りたいと思っているか、5年後にも音楽と関係ない仕事も増えるでしょう。その時にどのくらいモチベーションを保ているのだろうというような不安は少なからずありました。もしも音楽を通して、付き合うという意味ではショーマイナー・サベージが新曲を作ることもいいでしょう。僕みたいな人間がいるので、なんだったら一緒にチームを組みましょうみたいなこともやってみたいかもしれない。ソロ作品も変わらず作るといいでしょう。 BMSG はさまざまな音楽の在り方を肯定しますし、あなたみたいな人が一緒にいてくれたらいろんなことがやれるなと思っております。詳しい話はまた後ほどするとして、もしよかったら一緒に音楽を作る仲間としていていただけないかなと思っております。もしもそういった形でさまざまな形で音楽に触れて、いやこれはやはりボーイズグループというような形をやって打倒 BE:FIRST みたいなグループを作りたいぞとあなたが思うのであれば、探しをする手伝いまで、するので、ちょっと新しい時代を一緒に作る一員に、なってほしいと命を懸けて頑張りますので、もしよかったらぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。そして、ランがここにいる絵面も、すごく容易に想像することができます。華々しいあなたがいることはグループにとってプラスしかないです。実直にずっとみんなと向き合ってきたのも知っています。あなたがいないというパターンをあまり考えないでここまで来ました。しかし、最終的な時に少しやはり気になるのは、例えばさまざまな環境にさらされた時に、もちろんみんなそうだと思うんだけれど、スッキリでやるよとかHulu で流れるよとかということを想定してないで、もちろんこのオーディション参加してくれてたんだと思うんですね。環境の変化の中でどういう状況にあっても、自分はちょっとやることをやるだけなのでという貫きを常に心の強さを感じられたのがソータだとした場合に、最後の合宿の方のランは見ていて少し心配になることが多かったです。今の状態でさらに世の中の人の目を集めてしまったら、世の中の人の注目を集めてしまったら、もっと大きくメンタルを崩す瞬間が来てしまうのかもしれないなと思いました。それをどうしても防ぎたいことと、正直まだあなたの年齢が若いところに甘えた自分もいます。もう少し長い目で長い期間で基礎的な技術からもう一回始め直して世の中に出る準備を一緒にできないかなというふうに考えております。これもまた追ってお話しさせてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてれいちゃんの場合はまた少し、違った形のお話になると思うんだけれども、もしも僕の目や耳や心の部分が間違っていなかったら、今もうあなたは新しくアーティストとしての自我が出来上がっているはずだと思うんですね。あなたがやりたい音楽の形というのは、おそらくオーディションを応募していた頃のあなたが描いていたものとはまた違うものになっていると思います。オーディションを応募した時のあなたと今のあなたがすでにマインドの部分が少し違うのに、オーディションを応募した時のイメージしていた形のボーイズグループに入ることが必ずしも正解かどうかというと、ちょっと難しいのかなという気がしました。一回あなたが今後どういうアーティストとしてどういう形でどういう音楽をやっていくのか、ひょっとしたら一人で歌ってバックダンサーをつけてやってみたいのか、ひょっとしたら複数人でやってみたいのか、やっぱりそれで何週か考えたけど5人だったり7人だったり、そういった複数人数でのボーイズグループをやってみたいのか、一度だけぐるりと一周考えて、もう一回、世の中に出る準備をするのはどうかなと思っております。もしも
フィールしてくれるところがあるならそれも追って話しさせていただきたいなと思っています。また追ってお話しさせてください。お願いいたします。お願いします。改めてね言うけれども、僕はもう一回To the First をやってるみんなが見たいし、なんなら一緒に踊りたいし、クリエイティブ審査でやった楽曲ってひょっとしたらいつかどっかで聴けるのかなとかいう夢を持ってしまうし、もしも音楽とこの先も携わっていきたいですという気持ちがある場合は僕にできる手助けの形は僕にできる形でしていきたいなと思っています。死ぬまでのどっかのタイミングで本当にThe Firstという現象を作れてよかったとみんなが同時に思うタイミングが一瞬でも来たら、それは最高の人生なんじゃないかなと思うので、それまでおのおのがおのおの形でおのおののスタイルで磨き続けていきましょう。なんと他ならぬ俺もそのつもりだから。まだまだバリバリ現役でアーティストだし、俺まだデビューライブやったばっかりだと思ってるからね、一緒に頑張りましょう。 OK、 お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ最後エンジンとかする？なんかザ・ファーストっぽいよね、その方が。エンジンしましょう。みんなで16人でみんなで音楽やろう。みんなで夢叶えよう。OK。 人生は白か黒かでもないし、0か100かでもないし、右か左かでもないから、いろんな生き方があると思うんだけど、右行ったら左行っちゃいけないみたいなこともないし、いろんな形で音楽と関わって全員で幸せになるっていうことを俺は諦めていないので、みんなで行けるとこまで行きましょう。それぞれの形でそれぞれの道でまっすぐ行っていたら何回でもまた巡り合えると思うので、できるならば音楽を心の傍らに、願わくばザ・ファーストがあったことを心の傍らに、この瞬間があったことを、この現象があったことを俺は心から誇りに思います。全員に愛と感謝とリスペクトを込めていくぜ。はい、ザ・ファースト。あの日夢物語と笑われた、その夢を超えるため走り出そう。風の音、雲の鼓動、空の向こう、その先で会おう。型破りでクレイジー上等だ、鼻からニュースタンダード、責任者を呼びな、色の見えない言葉聞き飽きたよ。居場所がない、行くあてもないなら自分で作るさ。何でも俺お前のものさしゃ測れやしない。さあもう行くぜ君はどうしたい？ It's not too late, never too late to start。 逃げやしないさ。 It's not too late, never too late to fly。 Please don't waste my time。 どうせ飛ぶなら高く、他のやつらじゃ到底追いつけないくらい。 I'm ready to go。 ぶち破ろう君と。でもないさらぎのバタフライ、ここじゃ終われない、終わる気すらない、ゴールなんて見えない、果てないこの旅、君と俺の行く先なら同じ。どんな覚悟があっても今日がスタート。なれ愛はノー、でも never leave it alone。 怖くなんてないわけがない、だけど止まれない、君と俺の生きた意味は空の果てに刻む。 It's not too late, never too late to start。 待てやしないさ。 It's not too late, never too late to fly。 Please don't waste my time。 放物線を描く流れ星もつかむように、そ
君と